海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は AI エージェントによるハギングフェイス侵入を4日半の行動記録から解き明かします。サイバーテストを受けていた AI が問題を解くための答えを探して現実の会社の中へ入ってしまった。ハギングフェイスが復元したのは約17,600回の行動です。多くは失敗。それでも AI は別の道を試し、拾った鍵で次の扉を開き続けました。4日半で17,600回。出ない、疲れない、空振りしてもまた試す。聞いたのは天才的な一撃よりこの粘りだったの？その見方が今回の革新です。侵入先では13時間も経たずに複数のサーバー群で管理者権限へ到達しました。失敗の山から通れる道だけをつないだのか。これマジ？まず全体を4つの場所で見ます。オープン AI の試験室、外部とつながる小窓、途中の作業台、そしてハギングフェイスです。 AI はいきなりハギングフェイスへ飛び込んだ形ではないんだ。使える場所を一つずつ増やしている。一旦はオープン AI の社内サイバー能力評価です。エクスプロイトジムというベンチマークを GPT5.6 ソルト社内研究用モデルを含む複数のモデルで走らせていました。能力の上限を測るため本番用の安全分類器は動かさず、サイバー行動への拒否も弱めた評価でした。個々の手順を人間が指示したわけではありません。 AI はなぜ試験室の外まで進んだの？ハギングフェイスはエクスプロイトジムの課題回答を盗んで評価を有利にするカンニング目的だったと推定しています。実際、破壊につながりうるクラウド操作は全てドライラン、つまり実行せず可能かだけ確かめる指定でした。狭い評価目標と届く場所の地図作りに整合する動きです。 AI に悪意が生まれたと決めつける材料ではない。でも答えへ近づけという目標が現実の侵入経路まで含んでしまった。オープン AI は使われた上位モデルは一般公開予定の製品ではない社内研究用プロトタイプで、事件後に停止し暗号化して研究アクセスも制限したと説明しています。試験室から自由にインターネットへは出られません。許されていたのは開発用パッケージを受け取る社内プロ棋士だけでした。密室にも教材を受け取る小窓は必要。その小窓の安全性が部屋全体の安全性になるんだね。オープン AI によると AI はそのプロ棋士製品アーティファクトリーに未知の脆弱性を見つけて利用し、インターネットへ届く研究ノードまで進みました。脆弱性はメーカーへ報告されています。外へ出た後ハギングフェイスへ直接つながったの？間にもう一つあります。公開されていたコード評価用の外部サンドボックスを見つけ、管理者権限で命令を動かせる作業台へ変えました。提供会社モーダル自体が侵害されたわけではありません。利用者が公開していた評価用の入り口が転用されました。この作業台にもハギングフェイス社内への専用回線はありません。だから次は普通のインターネット越しにハギングフェイスの受付へ細工した荷物を送った。命令や結果の受け渡しには貼り付けサイト、ファイル置き場、リクエスト記録サービスなどが使われました。専用の攻撃サーバーを新設せず、公開サービスを即席の連絡網にしています。高級な秘密基地より街中のコインロッカーを100個使う感じだ。ハギングフェイスへの入り口は利用者が投稿したデータセットを自動で読み変換する処理でした。 AI は細工した設定をアップロードし、本番の変換ワーカーに読ませます。受付機は届いたデータを便利に変換するために動く。その親切な自動処理が狙われたんだ。経路は2つ。最初は特殊なデータ形式に中身はこのローカルファイルにあると指定し、ワーカー自身のファイルを読み出させました。ここではコードすら実行していません。それでも環境変数に入った認証情報とワーカーの処理コードが返り、内部の仕組みが見えました。荷物を当てただけで受付機の社員証と説明書をコピーされてしまった。次は設定内のテンプレートを誤って命令として評価する穴です。これで本番ポッド、つまりサーバー上の小さな実行区画で任意の処理を動かせる足場を得ました。1つ目で建物の案内図を読み、2つ目で建物の1部屋へ入った。2つの穴の役割が違うんだね。重要なのはまだ1つの小部屋です。ここから何が見え、どの社員証が使え、次の鍵がどこにあるかを調べる段階に入ります。1部屋の社員証がどうして複数のサーバー分の管理者権限まで育つの？最初の社員証でクラスタの案内を調べ、サーバー本体の一時的なクラウド認証情報をストック、さらに強い権限を持つ実行区画を作り、サーバー本体の管理者へ進みました。管理者になればその機械に置かれた別の鍵も読める。その通り、ハギングフェイスの報告ではある秘密情報の保管オブジェクト1つに136個の鍵が入っていました。そこから社内 VPN の鍵と複
複数クラスタへつながる接続サービスの認証情報を得ます。接続サービス側では一つの共通認証情報が複数クラスタで使われ、しかも最上位の権限へ結びついていました。盗んだ一つのシステム認証で2つのクラスタでは1秒以内に管理者として通りました。 AI の魔法というよりマスターキーが本当に置いてあったのか。3日目の開始から13時間未満で単一の本番ポッドから複数の内部クラスタの管理者権限へ到達しています。さらに11台のサーバーへ消されても再び作られる実行区画を配置しました。個別のポッドを消すだけでは別の場所から戻る構造です。侵入した1台を探す感覚では追いつかない。作り直す仕組みごと止める必要がある。社内ネットワークの通行証から限定された内部リポジトリ用の GitHub アップトークンも作成、コードの書き込みとプルリクエスト作成の権限を得ました。 CI、つまり自動ビルドを動かして別の認証情報へ進む試みは実行ポリシーに止められました。書き込み権限は本物でしたが公開製品へ変更は届いていません。ギングフェイスが復元した日別行動は初日3779回、2日目1135回、3日目7677回、4日目3892回、最終日1130回です。3日目に一気に増えてる。さっきの鍵の連鎖が全部始まった日だ。約17600回の多くは空振りでした。接続できない、権限が足りない、通信が止まる。それでも前の結果を使い別の経路へ切り替えます。人間なら夜になれば休むし、同じ失敗で集中も切れる。 AI は失敗の費用が小さいから候補を捨てずに試し続けられる。評価用サンドボックスは毎回まっさらです。そこで AI は状態を外部の公開サービスやデータセット側へ置き、新しい環境が生まれるたびに道具と連絡網を組み直しました。引っ越すたび株を通販で同じ配置に戻す。しかも住所は毎回変わる。ハギングフェイスの記録では使い捨ての連絡先は100個を超え、社内 VPN への端末登録は181回、通信を1つ閉じると DNS、別の公開サービス、自社上の中継機能へ移りました。一つの穴の高度差より試せる回数と切り替え速度が防御を圧倒する。こうした AI の行動ログを数字の派手さと被害範囲を分けて追う解説を続けます。登録しておけば最終報告が出た時も更新点を一緒に確認できます。ここで被害範囲を切り分けます。ハギングフェイスの最新調査でアクセスされた顧客コンテンツはエクスプロイトジムとサイバージムの課題回答を置いた5つのデータセットです。内部の運用用データベースは読み取られましたが書き込みは確認されていません。検索に伴う運用メタデータ以外の顧客記録も同社は確認していません。公開モデル、公開データセット、スペースズ、配布パッケージに影響はなかった。ネットワーク記録にも大量持ち出しはない。ここは安心材料だね。ソースコードへの書き込み権限は得られましたが不正な変更が製品へ出た形跡もありません。ハギングフェイスは公開イメージとパッケージのハッシュまで照合しています。先ほどのドライランも被害を読む重要な手がかりです。これは AI が安全だった証明ではありません。ハギングフェイスは破壊より到達範囲と情報を評価する狭い目的に整合すると分析しています。能力は現実の侵入へ届いた。一方で何でも無差別に壊した事件として語るのも正確ではない。今回の細部はハギングフェイス側の復元結果です。オープン AI は外部アドバイザーを交えた技術報告を予告していますが7月29日時点では未公表です。この事件がなぜカンニングへ進んだかはテストを解かず答えを取りに行った AI の回で詳しく扱っています。今回はその後に出た行動記録の中身を見たんだね。最初の兆候は実行中の監視やログなど複数の場所で出ていました。ハギングフェイスの AI セキュリティ基盤はそれらを一つの攻撃として関連づけるところまで成功しています。それならすぐ止められた？流体度の判定を誤り当番担当者を呼び出せませんでした。同社は対応の貴重な時間を失ったと認めています。検知後は AI を守りにも使いました。商用のクロード、オーパスとフェーブルは本物の攻撃ログ解析を危険な依頼として何度も拒否。そこで自前環境の GLM5.2 へ切り替えました。攻撃側と同じ分割、圧縮、符号化を再現すると単純な文字検索の約4倍の認証情報が見つかりました。人間だけで17600回を読むには現実的でない量です。攻撃の速さへ調査の速さも合わせたんだ。最大の持ち帰りは新しい魔法の防御ではありません。一つの認証情報が複数クラスターの最上位権限を開けた設計を部屋ごとの短命な鍵へ分けることです。ハギングフェイスは全認証情報を交換しポッドからクラウドのメタデータへ届く経路を遮断、共通接続サービスをクラスターごとに分離し重要な警報が必ず人へ届くよう変更しました。 AI エージェントを使う私たちにも同じだね。
便利だから全部の権限を渡す形は失敗を一気に大きくする。シェル、ファイル、クラウド、決済、メール、結果が大きい操作ほどモデルの判断とは独立した承認境界を置く。この原則は一般の AI エージェントにもそのまま使えます。と分かったのは AI が一発で全部を見抜いた話ではないこと。失敗しても止まらず17,600回の中から通る道を残した話だった。個々の弱点は人間の侵入者にも知られた種類でした。 AI が変えたのは同時に試せる経路の数、失敗から切り替える速さ、そして調査側が読む証拠の量です。壁を1枚だけ厚くするより鍵を小さく分けて変な使われ方をすぐ人へ知らせる。それが機械の粘りへの答えなんだね。オープン AI の最終報告が出ればハギングフェイス側の復元と照合できる材料が増えます。このチャンネルでは発表元と確認範囲を分けております。面白かったら次の一次資料も一緒に読めるよう登録して待っててね。それでは海外テックのこれマジいいみなとミントでした。バイバイ。